こんにちは。今日のポッドキャストでは秋についてお話ししたいなと思っています。やっととても暑い夏が終わって秋になりましたね。今年の夏はどこの国でもいろいろなところがとても暑くて大変でしたね。やっと秋になりましたね。日本ではよく天気の話と季節の話をたくさんします。今日は暑いですね。明日は雨が降りますね。やっと夏が終わりましたね。とかとにかくよくこの天気と季節とか気温の話をするので、皆さんたくさんお話をする練習をしてくださいね。じゃあまずは日本の秋について少しお話しします。日本では秋になるとよくみんなが言うなんかキャッチフレーズみたいなのがあるんですけど、それが食べ物の秋、読書の秋とか、あとスポーツの秋とか言うんですよね。なんかちょっと挨拶みたいになんかこのフレーズをすごくよく使うんですね。食べ物の秋っていうと秋はたくさんおいしい食べ物がありますよっていう意味ですね。例えば日本の秋の食べ物で、とってもみんなが好きなのは栗とかさつまいもとお魚、サンマっていうお魚とか、あと梨とかが秋の食べ物ですね。あとスポーツの秋っていうのは秋は、とても気持ちがよくてどんなことをするにもいい季節ですよっていうことでスポーツの秋とか読書ってわかりますか？本を読むこと、読書の秋とか言います。あと幼稚園とか学校とかで運動会っていうイベントがあるんですけど、運動会っていうとなんかね、いろいろこの走って勝負するのかけっことかなんかね、いろいろなスポーツのゲームをやって勝ったり負けたりとか決めたり、なんかパフォーマンスダンスとかしたりするイベントです。で普通は、運動会は秋にやります。でもね、最近は今まで運動会をよくやっていたのが9月なんですけど、9月でも暑いことがあるので、学校によっては春に運動会をやるところも多いみたいです。日本の秋はとにかくどんなことをするにもとってもいい気持ちいい時期ですよっていう感じですね。あとはこの紅葉が人気ですよね。特に京都はこの時期たくさん観光客の人が行って紅葉を楽しみますね。葉っぱの色がね、黄色とか赤とか
オレンジとかになってそれをね見て楽しむ、イベントですね。アメリカでも私は今ね南カリフォルニアに住んでるので、南カリフォルニアはそんなに砂漠の気候なので森はあんまりないですよね。だから紅葉はあんまり見られないんですけど、例えばアメリカでも他の州に行ってもっと木がたくさんあるところだととても綺麗な紅葉が見られますよね。あとアメリカの秋といえばまずやっぱりパンプキンですよね。これ10月はいろいろなところにパンプキンパッチができて、いろいろな形とか大きさのパンプキンが売られます。それでパンプキンだけじゃなくてゲームがあったりアトラクションがあったりとっても楽しいですよね。パンプキンはもちろんデコレーションで飾るだけじゃなくてパンプキンパイとかパンプキンスパイスラテとかね、食べ物とか飲み物の味フレーバーとしてもとても人気があります。食べ物もあとパンプキンだけじゃなくてやっぱりアップルサイダーのドリンクとかあとドーナツとかも人気ですよね。あとスパイスのシナモンの味の、食べ物も多いですね、秋になるとね。なのでアメリカでも例えばスーパーマーケットに行くと秋はもうこのパンプキンとスパイスの香り匂いがとってもしますよね。とてもいい匂いですよね。で10月はハロウィンがあってハロウィンが終わるとその後からもう次Thanksgiving 感謝祭になるのでずっとこの秋のデコレーションが続いて感謝祭があって次の日がブラックフライデーがありますよね。でその後からもうみんな次クリスマスになりますよね。みんなクリスマスのデコレーションとかねクリスマスのショッピングとか準備が始まります。でクリスマス12月のクリスマスまでずっとこうイベントが続いてお祭り気分ですよね。お祭り気分って多分英語だとフェスティブお祭り気分ですよね。私は最初にアメリカに来た時はちょっとびっくりしました。まず感謝祭がThanksgiving が結構大きい家族のイベントでまたすぐクリスマスがあるんですよね。だからもうねずっと10月から12月まではね楽しいし忙しいですよね。秋はねイベントとか文化的なイベントとかね秋らしい食べ物とか楽しいことがたくさんありますよね。皆さんの住んでいるところはどうですか？秋に特別なイベントがあったり秋にしか食べられない食べ物があったりしますか？もしよかったらぜひコメント欄で教えてください。じゃあ今日の、秋についてのポッドキャストは、終わりにします。また次のレッスンかポッドキャストでお会いしましょう。じゃあね。